皆さんこんにちは、ジェネレーションズです。ということで、まずはメンディーさん誕生日おめでとうございます。本日1月27日ですので、メンディーさん誕生日を迎えて2日後になります。ついに30迎えました。メンディーさんどうでしょうか。ここからで、できれば10分から15分ぐらいメンディーさんの一人喋りが聞ければ嬉しいなと思っておりますが。ほぼじゃん。配信のほぼよ、それ。いいじゃん。もう始まってますよ。いいですか。いいですよ。ぜひ10分から15分使ってくださいよ。始めていきましょうかということですね。メンディー30歳を迎えました。ということは30年間生きてきたということですね。はい、いいよいいよいいよ。はい、いいよ。ね、ニュージャージーで生を受けまして、はい、すぐに、東京に出てくると。はい。ことでね、東京の品川ヤシオの方で、おじいちゃんのね、ここも僕言っちゃっていいね。育ちまして、そこから、東京の大森のね方にね、移りまして。すごい。どんな子供だったんですか。花垂れ小僧というね、親に呼ばれております。しかも親に呼ばれてたんですね、花垂れ。鼻水が出ちゃうね、すぐお花のゆるい子供でしたね。そうなんだ。はい。体格的には大きい。体格的にはね、生まれた時大体3800ぐらい。でかいね。まあまあ大きいの赤字。でかいね。夢やったよね。それでね、大体小学生に入る頃にはもう身長130センチぐらい。大きい子だったね。その頃にはもう腹筋も割れ始めていてね。プいやいや。ールサイドで。いいね。すごいもう見えてるね、そのメンディーさん、今のメンディーさんにかなり近づいてますね、小学校。言われたんですけれども、小学校入って、なんと給食が美味しすぎたメンディー少年はですね、食べ過ぎてしまって、そこから一気にブクブクと。そうなんだ。はい。でメンディー太っちょきというのが入りますね。はい。すみません、太っちょきで一回止めていいですか。はい。それあとそんなつまんない話あとどれぐらいですか。10分もあるからね、ちょっと10分でメンディーの30年間をまとめて話そうかな。ああ、なるほどね。俺はもう小3の腹筋割れたぐらいでもう感動して泣けてきたけどね。リングサイドっていうのがこう見えてきても泣けてきたけど。で、そして9分後。どうですか、もう今20代、27の頃までお話しいただきましたが、残りこの3年間、怒涛だったんじゃないですか。だから3年間も怒涛すぎても記憶ほぼないですね。で、今に至るということで、30歳ですよ、どうでしょうか。パッと目覚めたら、もう30になってるわ。今度人生っていうのは、過去は関係ない。今から何をするか。そういうことでですね、30歳になってからまたさらにちょっと気合を入れてね、頑張っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。皆さんね、新しいニューメニューもぜひ楽しみにしていただければなと思います。はい、もう2021年が始まって間もなく1ヶ月が経とうとしております。早いもんですよ。多分なんかこう今年のお正月はね、今までのね1月とは違うお正月を過ごされた方も多いんじゃないでしょうか。で、まあなんかこう今の自分だったら何ができるんだろうなとかっていう中でこう見つけたお正月の過ごし方だと思うのでね、すごくこう自分の時間をゆっくり使えた方も多いと思いますし、まあ逆にねこの時期だからこそ逆に働こうと思ってこういろいろこうアルバイトバイトとかも入れたりとか仕事の出勤も入れたりとか、まあリモートワークができたりとかもしてるので、なんかそこからね1月1日2日三が日休んだらお仕事って方も多かったと思います。一人一人のねお正月があったと思いますが、まあもう1ヶ月ですよ。このままなんか多分1ヶ月だなって言ってて、気づいたらもう上半期終わってんのか、もう下半期かみたいな、ちょっと2020年もそういうところもあったじゃないですか。早かったもんね。あっという間の2020年だったんでね、きっと2021年も早く終わるんじゃないかなと思ってますが、もう1ヶ月経って間もなくです。僕たちのニューシングル「雨のち晴れ」がもうあと2週間切ったか、ちょうど2週間ぐらいかなりまして、でまあ今日はちょっと雨のち晴れについてのお話をしていきたいなと思うんですけど、まずはちょっとこうトークテーマみたいなのを、まあ7つに分けまして、ちょっとランダムにみんなで話していければなと思います。この配信画面をご覧の皆さん、配信画面に入るか入らないかものすごくギリギリのラインでトークのテーマが置いてあります。ここに、みんなで一人一つ取って、その人が開いてその話をするというような感じで、今日はちょっと皆さんと話していければなと思っております。誰からいきます？わし。早いね。じゃあ切り込みますよ。いいよ、言って。どれにしましょうかね。どうしようかな。お、この辺？真ん中とちょっとずれぐらいから取ってる。
これ7個あるこれあある6個しかないねこれはこれ俺多分あダメもうそれダメ1回引いたらお手つきなしよあこれでじゃあこれにしますわなんでなんで戻したわけがわからない。うんだってそれ戻すのありだったらもうだってこれランダムにした意味ないからねだって不正だよ不正。でね衣装についておお。いいじゃないああいい勝負ねまあこれはねまあ個々にミュージックビデオをご覧になっていただいた方には分かると思うんですけど、はい個々にそれぞれのシーンもあったりしつつ、まあ、全体のねパフォーマンスシーンではグレーのスーツでうん蝶ネクタイでジェネレーションズ揃いの衣装って結構久しぶりじゃないですか全員揃いは最後にやったのはワンミリとかまあ企画だもんね。しかもさワンミリの時もさバラバラだったじゃん一応形違う。そう形違いの一人ずつ違うだからそうだから何気に戻っていくとなんだろう U&I もだってねカジュアルな衣装でそう行ったし同じ下手したら結構何久しぶりどころかないかっていうくらいね初なんだ。だからなんか僕もそのね見た時には結構珍しいしなんか新しい見え方だなっていうのを客観的にね、この、まあ、全体の衣装を着てて思ったんですけど、まあ、それぞれのパートとかで言うと、まあ、シチュエーションなわけじゃないですか。そうねまあ、僕だったら結構そのねまあ仕事に行く時の格好うんとかだったり隼人だったら朝起きて朝食を食べるシーンとラジオに行く時のシーン龍斗君はもう歌ってる時歌ってるシーンだね。だとこう会社でこう人と出会うシーンとかねぶつかっちゃうシーン。うんだからそれぞれがねそのちゃんとなんかそのあくまで役としてというよりかは、まあ、それぞれ小森隼人白浜なみたいな感じの設定だったんで、はいはいそれぞれねまあ、ナチュラルに普段のプライベートに近い格好にしてたりするので、まあ、結構そのあたりはやっぱ衣装もねみんなこだわってそれぞれ思うのを選んでるので、見どころなんじゃないかなと。アラン君のあの衣装はどうやって決めたんですか僕はその、まあ、撮影に行く前の家から出てくるシーンだったんであったそれ。そうありましたね。だからあったね。そうだからもうすでに衣装を着てるパターンでうん上に自分のそのコート着てるみたいあなーねそうちゃんとね参考にその「さらば青春の光」っていう映画のね主人公、まあ、そのモッズファッションですねイギリスのを参考にしてやでもりましたねグッドとバッドでこう、うんいい日もあれば悪い日もあるって比較でこう2画面で表現じゃないですか。グッドの時じゃあ行ってきますで真うわけでこれは腹が立つ。俺もあれあれ現場大爆笑よあれ現場大爆大笑爆笑あれを白浜アナとして普段行ってけよってやったらめちゃくちゃ殴りたくなる。そうって言ってるの聞こえてくるの。聞こえてくるよねそうぽかったけど。声入ってないのに声が聞こえてくるかのような演出はまあ白浜ランドしかできないかなってであとなんかそれを言われて現場は大爆笑だったようでなんかそれでよしみたいな感じになってて別にそのミュージックビデオで現場の笑いいらないんですからね別にねそのバラエティのロケじゃないんですからねそうですいや現場盛り上げてなんぼなところが僕ちょっとあるんですそうですわだからまあそういった意味でもねアラン君らしさみたいなところがねそうですねそうだね。はいじゃあ次行きましょうか続いて誰が行きますまあまあ催眠術使ってる。いしょ発表します。ダダン字読めないんだけど。アーシャっていいの？アーシャ？アーシャジャケシャについて。アーシャあれやんな。最高っすねえっめっちゃ好きっすよあれやん。いい時と悪い時のね、あれを場面車ね場面車をね一回黙っとく一回黙っとくでやらせていただいて、どれにしたんやったっけ？あれやんか B の雨のやつにしようとかって話したよな。1個は晴れてるんですよ青くね、もう1個はちょっと暗いんです雨のジャケ写なんですよ。で1個は、いい時の写真なんですよ。でもう1個は良くない時の写真っていうなんかその
二面性みたいな二面性その太陽と月もみたいなああいう時みたいな感じですね晴れと雨とみたいな気になるから逆に書いたなるほどこの人が一体何を伝えたかったのかっていうのはめちゃくちゃ今度一人で配信させてみようよこういうちゃんとしたトークテーマにして全部こっち側におって何なんやろうって欲しなりましたね。君が言ってた涙出てきたもんこの数秒でそんな感じだったよねだからそのみんながすごいこうこの雨の感じもうちょっとこうしたいっすねみたいな話してるのをずっと聞いてていいやんいいやんだから僕はもうどれでも大丈夫っすよって言った記憶はありますでそのまま代弁しに行ったもんねトイレねあ、そうだそうだ。その会議。代弁しに行って20分帰ってこなくてマネージャーが呼びに行ったっていうちょうどこう出ようって時にこう呼ばれると一番腹立つんだよね行くからねだからあといつも呼びに来るマネージャーのその呼び方がちょっとムカつくんだよなんて呼ばれるんですかリュウさん行きますよ想像つくわいやいや分かってるもうちょっとなんかもう始まりますよとか言ってくれたらいいのにもうなんか明らかにもう面倒くさい感じで呼ばれるからリュウさん行きますよだるそうやね。お前やぞ今カメラの奥にいるねマネもうちージャーがねょい優しく呼んでくれよこっちだってお前一生懸命決まっとんねんまあ決まってる時はほんま気持ちは雨ですねあバッドなんですね出た時はもうマジで晴れって感じまあよかった。よかったじゃあねだからその全貌は結果見えませんでしたがどんなになってるのかみたいなのがね各種こうオフィシャルサイトとかにもね随時多分発表されていきますしね公式の SNS とかでも発表になりますので皆さんぜひ楽しみにしていただけたらなと思いますそう思う俺言ってますそう思う僕もそれでは佐野さんお願いしますそう思うなんか今日すごいな歌詞についてなんだろうねいや俺すごいなんだろうねそっちなんだよね置く場所決めとけよかった歌詞まあでもね雨のちゃんあれって曲で、まあなんかいいこともあれば悪いこともある、でもまあ悪いことは何とにはいいことがあるということでですねまあ好きな歌詞は僕はねあれなんですよなんか10人十色違っていいとか、2番からの歌詞が好きで、なんかねすごいこれ年末に撮った曲なんですよね、この歌もう3曲ぐらいレコーディングしてたもんね年末詰まってたよねボーカルね5曲。超大変だったんですけどその中その顔がいいどうこうやってますね完全にねこうやってんのいやすごい。何それこれ僕分かってんの5だぜいや僕ちょっと絶対言ったね今ねすごい俺がこういう人に5曲やったすげえいいグループまあそんな中でいいグループやそんな中で1曲これ取られたんですけどなんかね俺2020年こういろんなことあってこうそれを総括してこう書かれた歌詞かなと、でなんでこう結構真面目な話になっちゃうんだけどその10人とより違っていいとかってなんか人種差別問題とかあったじゃない2020年は特にね改めて、でなんかこういろいろ考えてなんかそういうこともあったしなんかそのみんながこういろいろこういろんなニュースをこう見て、こういろんなことを思ってこう変えていかないとなとか改めてこう心を入れ替えるそんな1年だったなってこうなった時に12月も年末にこうボーカル2人が撮ってそれを聞いた時にこうなんかこう走馬灯のようにいろんなニュースが入ってきてでなんかうわぁインプロかかってるって思ってめちゃくちゃいい言葉だなって思った一つだもんね、まあ確かにすごい多かったしねニュースのさジャンルもさやっぱりなんかすごいなんかそこの歌詞も好きだなと思っていいなっていうふうに思ったって感じですね、まあねまあちょっと今アフレコ状態の人になっちゃってるんでちょっと亮太君聞きたいんですけどそうね。いやでも本当にすごく
前向きでポジティブな、なんか今の状況とか、ね、世の中にだからこそすごく刺さるメッセージが込められた曲かなって思いますね。自分もすごくこの曲が好きなんで、多くの方に届くといいなと思ってますね。だからなんかこう皆さんもぜひねこう配信とかもなるじゃないですか。で CD も発売された時にぜひこう音楽のその、聴き心地も大事なんでこう聴いてて気持ちいいなっていう感覚とともになんか歌詞とかも一緒に見てもらってなんか一人一人の好きな場所があれば本当に嬉しいなと思いますね。じゃあ今日は終わりましょうか。じゃあもうそろそろ指名の時間に入りたいんでゆうたくん最後こうトーク引いてなんかゆうたが面白くなる。そうのがいいよねやっぱね。ここはかつてゆうたが面白くなる。あ、いいじゃない。ちょっとちらっと見えないけど。 MV についてだってもうこれはね、ゆうたくんから始まってゆうたくんで終わってる。そうね。ゆうたくんの PV って言っても過言じゃないんだよね。再生回数伸びひんだよそれだからちゃんと言っておいた方がいいんじゃないこの配信で。いや僕の設定は、いい日は気持ちいいやつでで悪い日はそのいいわ前日に飲みすぎてそんな設定っていう設定そういう設定なでなんんでめちゃくちゃ二日酔いで電話かかってきてうわ行かなあかんわっていう設定でそうなんだ。遅刻してる遅刻はしてないですよ。あ、もう行かなあかん時間やっていうので起きてっていうです。他にはまだだってダンスのシーンとかそこだけじゃないでしょ。あれはうまくいく日は気持ちよく踊れるんですけど、ダメな日は、練習前にこけて、膝の靭帯をいってまうっていう。そんな深刻なシーンだったんだ。めちゃめちゃバッドなんですよ。しゃぶりじゃん。でもさ、ゆうたくんのこけ方すごかった。いや、すごいよね。なんか落とし穴に落ちた時の監督にもう大げさにこけてって言われて。じゃあ分かりました。画面からもう消えるぐらいに言ってあのシーンだけ俺スクショした。そう、フレームアウトしてほしいって言われて、じゃあこうこけるしかないなと思って、そうなんだ。ああいうこけ方になってしまいまして本当にすいませんでした。一体誰に謝ってるのかもわかんないですけどね。終わりです。ということになります。皆さんゆうたくんがね言ってくれましたけどミュージックビデオ今回一人一人のねいい日晴れてる日と雨の日でグッドな日バッドな日となってますので、まあなんかこうゆうたくんが言ったみたいな設定僕らでさえもねこうゆうたくんから直接聞いてあそういう始まりなんだっていうぐらいこう設定がありますのでなんか皆さんの中でぜひ考察とかしてみてねこのメンバーのこれはバッドな日は何があってバッドになってるんだろうなとかなんかそういう見方も一つ楽しみだと思いますので皆さんぜひミュージックビデオも楽曲と合わせて見ていただければなというふうに思います。さあ長々と話してきましたがもうそろそろ最後ということでもうあと2週間後にはですね「アミノチハレ」リリースになります2021年ジェネレーションズとしては一発目のシングルになります。このシングルとともにですね、皆さんと共に明るい2021年を一歩歩んでいけたらなと思いますので皆さんこれからも引き続きジェネレーションズの応援よろしくお願いします。それでは今回ありがとうございました。バイバーイ。じゃあスイッチを切りに行って隼人が。僕でいいんですか、じゃあリルクぜひじゃあリュウトがスイッチ切りに行って。再生停止。再生停止。再生イヤホンつけて。イヤホンして。辛くなったんでしょうね。